じゃらららじゃらーん。お正月セール購入品紹介と思いきや、11月の購入品紹介なんですけど11月に私韓国に行ってきて、韓国のプサンに行ってきたんですけど、プサンで可愛いお洋服たちを連れて帰ってきたので紹介したいなと思って、ずっと紹介しようと思ってたんやけど、いつの間にか年明けてちゃってた。プラスザラのセールでもちょこっとだけ服買ったから、それも紹介したいと思います。それは12月っていうか、ほんまに肌荒れがやばくって、私2025年漢字一文字で表したら、あれニキビっていう漢字あんのかな。もうニキビやねんけど、ニキビっていう漢字にしたいぐらいやねんけど、漢字一文字ほんまに10月ぐらいからもうニキビが勃発もうなんていうの、めっちゃできて、んで全然治らんくって、でマシになってきたかなと思ったら、もう今日か昨日ぐらいにでっかいニキビできてさ、もう最悪って感じなんやけど、それでも紹介はしていく。はい、まずこちら、テレレレン、タートルネック。ボタンが大量のタートルネックでございます。私初めてのプサンで、もうプサン最高って感じやったんやけど、初日1日目空腹でタクシー乗ったおかげで、もうすごい人生初めての激車酔いしてもうほんまに韓国のタクシーってもうこんな感じやん。でそれにプラスお腹も空いてたからさ、バカよってホテル着いた瞬間バターンって感じやったんやけど、それで1日目はほぼもうベッドの上で過ごして、で夜から取り戻そうと思って、時間を取り戻そうと思って、夜ヘウンデのところらへんをブラブラしててんけど、そのヘウンデの駅周辺に可愛いってもうなんか外観がガラス張りで可愛い服がいっぱい並んでて、絶対ここは可愛い服があるんだっていうところがあって、そこに立ち寄って見て見つけたのがこちらです。これはものすごい優れものでして、なんせ、ボタンがたくさんあるっていうのもそうなんですけど、このウエストのラインがマジシャン。もうお腹出てるのにお腹出てないように見せてくれるっていう魔法のような、もう私からしたらもう大好きっていう感じのニットなんですけど、でもともと私タートルネックでここのボタンが開いてて、こんな感じで斜めのわからんな、こんな感じに着たかったですよ。そういう服を探してて、あかん、もうガビガビやきゃ。んでここのボタンの色も相場黒やん。ここのボタンの色やのになんか紫っていう、面白いか面白くないかはちょっと分からんけど、面白みもありまして、そう大変気に入っております。続きまして、これからもう紹介するの全部プサンのなんだっけ、ナンポドンで買ったんですけど、じゃらららん、カショクールニットで、ここ空いてるやん。ここ空いてて、露出って思うねんけど、もう着たら超控えめな露出やってびっくり。もうこんなんいらんやんって思うぐらいの空き具合やって、あってもなくてもどっちでもいいよって感じで、も私はここのボタンに惹かれて買ったんですけど、そしてなんとお値段1万ウォン、10分の1として1000円約。わーで、めっちゃ分厚いねん、このニット。めっちゃ分厚いのにしっかりしてて1万ウォンだから1000円。わ安ーと思って。多分ここの服屋さんはなんか卸屋さん的なところやって、全部服タグついてなくって、だから多分タグをつけて各ブランドに送られる前の服やと思う。だから安くで売ってくれるんやと思うねんけど、こういうやっぱシンプルのが一番使いやすくって、
一番着てるかも。これ一家に一台あったらいいよねっていう感じのニットでございます。次は8 seconds っていうブランドがあるんですけど、韓国の。私知らなくて、そのなんぼどんうろちょろしてたら、もう大々的に8 secondsで韓国語で8なんたらで日本語で8秒って書いてるお店があって、なんじゃこりゃと思って入ってみたら、もうまあそれは可愛くって、韓国版ザラって感じ。値段も大体同じぐらい、ザラと同じぐらいで、韓国の服ってなんであんな可愛いんやろ。ほんまに全部もう分かってるわ、君分かってるっていうウエストが全部キュッとかもうキュッとか、女の子の見方、着汗の見方っていう感じの服ばっかりで、でもそこの服がめっちゃ可愛かったよっていう話なんやけど、ナンポドン以外にもなんかミョンドンとか結構観光地にもいっぱいあるらしいから、もし韓国に行く人は一回行ってみてほしい。メンズもあるから男の人でも行けちゃいますよっていう。でその8 secondsで買ったのがチャラララッタラーン、虹色ニット。地味な虹色のニットで、これも見て、ウエストがクシュクシュってなっております。これはもう一個私ズボン買ったんですけど、そのズボンを試着しに行くときに、試着室の前にこれが置いてあって、でこれを別のお客さんがこうやって鏡で合わせてて、それめっちゃ可愛いやんと思って、でそのお客さんは直してはってんけど、それを私が後からいただきますと思って、引き取らせていただきますっていう感じで引き取って着てみたら、可愛いやんって思って買っちゃいました。でちょっとローリーみたいって、前の動画からローリーうるさいねんけどローリーって結構カラフルな虹色な服ばっかり着てたから、そんな感じで、カラフルすぎないカラフル、なんかアースカラーの虹色みたいな、あんまりなんか突拍子もない派手カラーじゃなくって、全然いろんな服にも合わせやすい。でこれはなんか生地がなんやろ、モケモケしてて、握ってる方が気持ちいいんちゃうかっていう感じのニットです。同じく8 secondsで買ったのがじゃーん、もうこのデニム超お気に入りで、めちゃくちゃ履いた後でズボンもチャックもボタンも開いてるねんけど、ストレートパンツで色がもう何とも言われへん。これパッと見黒やねんけど、間近で見たらインディゴ、暗い青っていうかもう暗いって感じの色でコーデュロイやねん。音聞いたらわかる？そう、コーデュロイな生地で、これめっちゃお気に入りっていうか、ほんまにもうなんかもうってなったやつ。なんかさ、ユニクロのさカーブデニムって流行ってるやんか、カーブジーンズで、なんかおしゃれな人がさ着てて、それをインスタとか TikTok で見かけて、私も欲しいと思ってさ、ユニクロに試着しに行ったわけ。じゃあなんかさ、なんかそのおしゃれさんたちと同じように着られへんねよな、あれ。なんかお尻デカデカ成人っていうか、なんか自分が着たら全然合わんくって、でこれ履いたら、まあそんなめちゃくちゃ太いってわけじゃないねんけど、ストレートデニムやから結構ストーンって感じで、ちょうどいい太さ、太すぎず細すぎずって感じで、でまあなんて言ってもほんまにこの色なんよ、私が好きなのは。もうこの意味がわからへん色、なんて説明したらいいかわからんっていう色がいいこのいいところはもうわけわからん色っていうところです。はい、次はじゃーん、靴買っちゃった。見て、めっちゃ可愛くない？これはMLB コリアで購入したんですけど、野球は全然詳しくないんですけどはい、大谷翔平日本の誇りっていうぐらいで、もお店入った瞬間からこれもパーっていう音楽が鳴って、でももう何年も前からずっとスニーカー欲しいって思いながら、でもなんかスニーカーってさ、次々可愛いの出てくるやん。そうだからなんかもうめんどくさいと思ってずっと放置やってんけど、
生でこれを見させていただいたらもうなんかもうすごく可愛く見えちゃって、韓国語はあんまり喋られへんから、あんまりっていうかまあアニョハセヨしか喋られへんから、キスキズミーとか言って。で、そこの店員さんがまためっちゃ可愛かったんけどさ、ルセラフィムのウンチェみたいな感じでめっちゃ可愛かったんけど、そう、その店員さんにウンチェに、この靴試着できますかつって、フィッティング OK? みたいな感じで聞いて、24.5、24ハーフありますかみたいな感じで聞いてんけど、で、探してもらってんけど、24か25しかないよって言われて、そう、24.5 はないって言われたから、あ、じゃあ25履いてみますって言って、その時試着させてもらったねんやんか。そうやけど、その旅行にブーツ履いてってて、で、そのブーツでものすごい靴ずれしてて、その時。足の指たちも苦しいですって言わせながら履いてたわけ。もうめっちゃきつかって、そのブーツが。小指なんかもうなんかもう、うわーっていう感じの足やってさ、もう感覚が麻痺してて、その時。痛すぎて。で、痛すぎてるけど、もう買い物をしたいから、その痛みをよりもなんかもうウォーキングっていう感じで、痛みをこらえてて、歩いたがゆえに、もう足が麻痺しちゃってて、で、この靴を試着させてもらった時も、この靴がちっちゃいのか、それとも自分の足がその麻痺して、小さくないけど痛いのかっていうのがわからなくなってて、で、一応こうやってつま先のとこ押してんけど、わからんってなって、でも、1個上のサイズやから、自分のサイズよりも25やから、大丈夫やろうと思って、25買ってんけど、小さかったなんとびっくり。そうやねん。帰ってきて何回か履いてんねんけど、ちょっと小さかって、で、調べたら、その MLB コリアの靴は、一般よりも小さめですみたいな感じで書いてて、くっそーと思って。でも、まだ履けるラインやから、履けるラインの痛さやから、全然我慢して履いてるねんけど、そう、だからもしその MLB コリアで靴買う人は、2サイズ上げた方がいいかも。よっぽど、足の小ささに自信がある人はちょっとまあ、お好きにどうぞって感じだけど、なんかボテってしてて、こういう緑でっていう感じなんやけど、全然どの服でも合わせやすいっていうか、もうめっちゃ可愛い、マジで。イエーそんな感じで、韓国で買ったものはこんな感じ以上となります。はい。次はザラのセールで買ったやつですね。まずもうこれ。じゃーん。1個前の動画でガチ悩みしてるっていうデニムを買いました。買っちゃいました。っていうか、あの時からさらに安くなってて、1000円ぐらいあそこから引かれてたから、あ、神様これは買えって言ってるんやと思って、買ったんですけど、なんかこれもまたサイズが難しくってか、まあ、結論サイズミスってんけど、私。2番目に小さいサイズを頼んでんけど、小さかった、普通に。小さかった。画像のたるみ具合と違うし、なんかお姉さんみたいにかっこよく履けないんですけど、みたいな感じで、ちょっと、って感じ。で、寒い。このもう、穴開いてるから、もう見た感じ通り寒い。で、次は、じゃーん。この、スタッツがいっぱいついたトップス。オフショルやねんけど、かわいいよな。今年、なんかスタッツが流行りみたいな感じでさ、自分でも言っときながら、一個も、そのスタッツがついた服持ってないから、持ってなかったから、これかわいいやんと思って。で、ほんまは、これは茶色なんやけど、茶色とグレーの色2色あって、ほんまはグレーが良かったんやけど、グレーの服持ちすぎやなと思って、茶色にしてみた。でも茶色でも普通に全然可愛いからよかった。以上こんな感じでございました。もうポさんが良すぎて、人も優しいし、食べ物も美味しいし、買い物もできるし、なんかすごい観光っていう感じがしてよかった、めっちゃ。
今回含めて3回韓国に行ったことがあるんですけど、ソウルとか結構買い物メインって感じで行ってたから、あんまりなんていうんやろ、観光に来たっていう感じはなかったんやけど、でもプサンがもう海も綺麗し、あれも見た、マチュピチュ、韓国のマチュピチュ、天川文化村っていうところで星の王子様と写真撮ったりとかして結構観光も楽しんだからすっごい良かったし、今回今まではアニハセヨとカムサハムニダしか喋られへんかったんやけど、今回1個覚えてイゴチュセヨっていう、これちょうだい、これ欲しいですって言うねんけど、これをマスターしたからもうお店入ってアニハセヨって言ってイゴチュセヨカムサハムニダで頑張ってきたこれでなんとかなった、マジで。でも韓国語も勉強したいなって思いながら、今回でちょっと頑張りたいっていう意欲が増した。ちょっとずつなんか使える韓国語みたいなのを勉強していって、次の旅行の時にはボキャブラリー増やしときたいなって感じ。ってことで、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。